ねえきなこ聞いてや。ロボットがメーター読めるってどういうこと？前世代はたった 23% しか読めへんかったらしいで。それ Google ディープマインドのジェミニロボティクス ER1.6 のニュースだよね。2026年4月14日に発表されたばっかりなの。そうそれ。で、今は何？公式値で 93%、たった1世代で 23% から 93%、約4倍に飛躍したの。1世代で4倍？それって普通ありえるんか？なんでそんな急に上がったん？ ER1.6 が新しい技法を入れてきたんだよ。しかも面白いのがもう商用稼働してるの。ボストンダイナミクスのスポットが2026年4月8日から本番運用してる。発表より6日早く稼働ってもうデモちゃうやん。科学プラントに本物のロボットおるんか？いるんだよ。 BP のメキシコ湾、アカー BP のノルウェー海、深夜2時の配管室でスポットが圧力計を呼んでるの。深夜2時に1人で SF 映画やん。これは何が起きてるん？ちゃんと知りたいわ。この動画を最後まで見ると 23% から 93% に飛躍した技術的な理由と、フィジカル AI が自分の仕事に降りてくる時期と規制の状況がわかるよ。フィジカル AI？ うわ、もう言葉からして難しそう。でもめっちゃ知りたくなってきた。アシモフ安全テストでもフラッシュ浸す 10% ってロボットの常識全部古いんちゃう？ボストンダイナミクス公式が過去最も安全って言ってる。だからこの3ヶ月で本物の現場に配信できたの。大丈夫。一つずつ解いていくね。まずはそもそも ER って何なのかから見ていこう。きなこもっちーのテック深掘り。今日のテーマはロボットがメーターを読む日。ジェミニロボティクス ER1.6 とボストンダイナミクスの融合で物理 AI が現場に降りた話なの。ロボットがメーター読むなんて前からできたでしょって思ってる人、ちょっと待ってね。僕まさにそう思ってた。やばい。でもさ、なんで2つに分けるの？1つの AI に全部やらせた方がシンプルで早くない？実は昔それをやって失敗してるの。推論と行動を一つのモデルに詰め込むと精度が頭打ちになって壁にぶつかった。だから役割を完全に分離したの。頭打ち？どういうこと？チェスで考えてみて。監督と選手を一人でやれって言ったらどっちも中途半端になるよね。 Google ディープマインドはそこを分離したの。ああ、監督と選手分けた方が役割明確やもんな。で、どっちがどっちなん？筋肉が VLA ジェミニロボティクス 1.5 でモーターを直接動かす実行役、脳みそが ER1.6 で状況把握、計画、成功判定を担う戦略家なんだよ。じゃあ ER1.6 はモーターを動かさへんの？指令を出すだけ？そう、エージェント型で検索。 VLA ユーザー関数を全部ツールとして呼び出せる設計なの。単視点での成功検出が約 90%、多視点でも約 84% を達成してる。成功したかどうかも自分で判断するんか？分けた方がそれぞれ得意なことに集中できるってことやな。そう、安全性もアシモフベンチマークでテキスト障害認知足す 6%、動画認知足す 10%、ジェミニフラッシュより改善してるんだよ。あとね、ポインティングやカウンティングのテストでも 80% の最高スコア、ハンマー2本にハサミ1本、フライヤー6本を正確に数えられるの。工具を1個ずつ正確に数えるとか、もう倉庫の在庫係みたいに働けるレベルやん。安全まで手になっとるんか。じゃあその脳みそはどうやってメーターを 93% で読めるようになったん？じゃあ教えるね。エージェンティック・ビジョンって人間がケーキを読む時の認知ステップをそのまま再現してるんだよ。認知ステップ？なんかそれ頭良さそうな言い方やな。具体的にどういうことなん？ステップ1はズーム。 AI がまずケーキの部分をぐっと拡大してメモリをはっきり見えるようにするの。カメラぐっと寄せるんか。それ人間が目細めて見るやつやん。そうそう。ステップ2は指差し。どのメモリに針が向いてるか AI が自分でここを見るって注目点を決めるの。AI が自分でここ見てって指さすん？それもう考えてるってことちゃうの？
まさにそこが肝心なの。ステップ3がコード実行。針の位置から値を求める Python コードを動的に生成して自分で計算するんだよ。コード書いて計算するん？それもう人間やん。しかもメモリの間でも読めるんか？サブティック、アキュラシーって言ってね、メモリより細かい単位まで読めるんだよ。ステップ4は世界知識。単位が何なのか、PSI とかバーとか世界知識を使って解釈する。この4つが揃って 93% になったの。前のやつはないものまで見えてたらしいで、一輪車とかドリルとかその場にないのに嘘ついてたやつが治ったんか。そう、前の ER1.5 は実際にないものまで指してたの。一輪車も両尾ドリルもここにあるって言ってきた。見えてないものを見えるって言って、つまり嘘ついてるってことを？怖いやん。そう、ボストンダイナミクスも過去最も安全って言ってるよ。この脳みそを乗せてる筋肉があのスポットなんだよね。ちょっと待って、スポットってあのボストンダイナミクスの世界中の工場で走り回ってるやつやろ。Google が買い戻したって聞いたで。それよく広まってる情報なんだよ。所有権は今もヒュンダイが 80%。 スポットは IP54 防塵防水で世界40カ国1500台以上が稼働してるの。1500台ってすごない？でも Google が関わってるって聞いたんやけど、一体何があったん？時系列で整理するね。1992年に MIT からスピンアウトして2013年に Google が買収したのは本当。でもその後所有権は2回も移っていくの。2017年にソフトバンクへ売却、2020年にヒュンダイが約 8.8 億ドルで 80% を取得。アトラスは56自由度、最大に重約 50kg を誇る次世代機なんだよ。56自由度って関節だらけやん。で、今回の Google との話はそのアトラスやスポットに関係してくるん？2026年1月の CES2026 で Google ディープマインドと戦略的 AI パートナーシップを発表。アトラスは CNET のベストロボット賞も受賞したんだよ。そのわずか3ヶ月後の2026年4月8日にスポットオービットの AIVI ラーニング本番統合完了。1.5 メートル毎秒で歩く1500台が一斉に AI アップデートされたの。3ヶ月で実証用稼働って新幹線みたいなスピードちゃう？アトラスは2028年に年産3万台体制になるってほんまな。Google ディープマインドとヒュンダイの拠点にも2026年内に納入予定があるんやろ。で、そのスポットって今現場で実際に何をしてるん？イメージしてみて、深夜2時の科学プラント、一っ子一人いない配管室にスポットが1機でスルッと入ってくるんやで。上の方にある圧力計をカメラで撮ると ER1.6 が 7.2 メガパスカル上限以内って読み解いてオービットに異常なしと記録するの。 SF 映画やん。僕夜中に一人でそんなとこ行けへんのにロボットが普通にやってるんだ。これが2026年4月時点の現実なんだよ。 BP のメキシコ湾マッドドッグ、ノルウェー海のアカー BP スカルブ FPSO、 どちらもスポットが実際に稼働してるの。英国ではナショナルグリッドが送電網の変電所点検に使ってる。カナダのポメルローっていう建設会社は週に10時間の作業をスポットに置き換えたの。だってうちの近所の工場にもある可能性あるってこと？なんか急に身近な話になってきた。あるかもね。それにスポットだけじゃなくてアプトロニックのアポロがドイツのメルセデス・ベンツベルリン工場でパイロット稼働中なんだよ。アジリティロボティクスのディジットっていう別ロボットは自社 AI のアジリティアークで動いてて、 GXO ロジスティクスで累計10万個以上のトートを搬送した実績があるよ。10万歩？それも実験レベルちゃうやん。そこなの。 IDC のデータで2025年に世界で約1万8000台のヒューマノイドが出荷されたんだって。前年比 508% 増。ゴールドマン・サックスは2035年に380億ドル規模になると見てる。モルガン・スタンレーは2050年に5兆ドル、自動車産業の2倍になるって予測なの。でも待って、ボストンダイナミクスだけがフィジカル AI ちゃうやん。テスラのオプティマスとか中国のユニツリーとかどうなん？ボストンダイナミクスだけちゃうって言ったけど、テスラのオプティマス V3 って自分でチップまで作ってるって聞いたで。そう、テスラはコーテックス 2.0 と自社製 AI5 チップで完全自社内製。 20K、30K 目標で2026年だな。8月にフリーモント工場での量産開始を狙ってるんだよ。
中国のユニツリーはどうなん？なんか安いって話やけど。ユニツリーは一番安くて G1 が 13.5K、 R1 に至っては 4.9K、 2025年に5500台超を出荷してて、世界の約3分の1のシェアなの。世界の3分の 1？ ユニツリーって全然知らんかった。他にもフィギュア AI がヘリックス02で約 20K、 1X のネオは家庭用で 20K 回帰化付き499、価格帯は 4.9K から 420K まで幅があるんだよ。頭脳の戦争も面白くて、スキルド AI がどんなロボットにもゼロから適用できるオムニボディド基盤モデルを出してきてるんだよね。で、結局どこが勝つん？勝ち負けじゃなくて OS× ハードの組み合わせ次第なの。ジェミニはクラウドの OS 役、グルートはオンデバイス統合、どのハードに乗るかで価値が決まるんだよ。ボストンダイナミクスはジェミニ統合、アプトロニックもジェミニ採用、テスラとフィギュアは自前で全部作る。戦略が全然違うの。ユニツリーの 4.9K ってスポットの 420K の約100分の1ちゃう？同じヒューマノイドで世界が違うわ。見方を変えると各社が違うベッドをしてる状況なの。クラウド派、オンデバイス派、自社内製派、どの戦略が当たるか今後5年で見えてくるよ。でもさ、この波ってうちらの仕事にもいつか来るんちゃう？投資回収実習って一体何の話やねん。ちょっと待って、前のセクションで出てきた投資回収実習ってどういう意味なん？2026年2月にシティ元責任者のロブ・ガーリック氏が CNBC で言ったの。ヒューマノイドの投資回収は人間比10週未満、人間は競争できないって。投資回収実習って人間かけへんやん。工場の仕事とか全部ロボットに取られるんちゃう？ WEF の仕事の未来レポート2025では2025、2030年で9200万の雇用が代替される一方、7800万の新しい雇用が生まれるって試算なの。ただロボティクスだけ見ると創出より代替が500万件多い。マッキンゼーは置換じゃなく再設計で 2.9 兆ドル価値創出と予測してるけどね。でも日本は2040年に326万人不足って言うやん。ロボットと共生するしかないんちゃう？うちの仕事は大丈夫？その共生が正しい見方だと思う。で、そこで重要になるのが規制なんだよね。EU AI アクトは2024年8月発行、2026年8月2日に本格全面適用。ロボット組み込みの高リスク AI 規定は2027年8月適用になるの。日本はどうなん？日本はまだ包括 AI 法が未制定、経産省ガイドライン段階で EU 中国の国家標準体系に比べると正直かなり遅れてる。あとプライバシー問題、家庭用ヒューマノイドの 1X ネオは遠隔操作モードで家の映像と音声を米国本社に送信する仕様なの。中国は第15次5カ年計画でロボティクスを8大戦略的新興産業に格上げ、日本との差はますます開いてるの。つまり技術は世界一期に進んでるのに、ルールも雇用の議論も国によって全然進み方が違うってことやな。340人がプライバシー完全侵害って言うてる。ねえみんな、あなたの業界にはいつフィジカル AI が降りてくると思う？今日のまとめ3点いくね。1つ目、Google ディープマインドの ER1.6 がメーター読み取り 93% 精度を達成して、フィジカル AI が研究室から工場、現場に降りてきた。スポットオービットの AI/VI ラーニングに2026年4月8日から本番統合、デモじゃなくて全顧客が使える状態で、スポット単独だと世界40カ国、1500台以上が稼働中なの。2つ目、Google ディープマインドとボストンダイナミクスは所有じゃなくてパートナーシップ、所有権はヒュンダイが2021年から 80% 維持したまま AI 頭脳だけ提供する形なの。3つ目、雇用代替への不安と、日本みたいに2040年326万人不足で逆に共生が必要な現実の二面性、規制議論が技術速度に追いついてないのが世界共通の課題なの。正直スポットがうちの工場に来る日、楽しみでもあるし怖くもあるわ。使いこなせるか不安やし、仕事の中身が根本から変わる気がしてな。この先1、2年は本当に目が離せないよ。アトラス量産、テスラオプティマス、2026年7月フリーモント、1X ネオ、スキルド AI の
オムニボディードも同時進行なの。みんなにも聞きたいんだけど、あなたの業界や地域でフィジカル AI が降りてきそうな場面ってもう見えてる？実際の現場の話をコメントで教えてね。僕の予想やけど、5年後にはコンビニの夜勤とか変電所の点検とか、人がやってる作業ががっつり置き換わってる気がするわ。そうかもね。でも置き換わるんじゃなくて、人とロボットがチームを組んで働く形の方が日本では現実的だと思うの。フィジカル AI の話、これからもめっちゃ目が離せへんな。次回も一緒に深掘りしようぜ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。登録してくれるとフィジカル AI の最新情報を毎回届けられるよ。おやつ代ともっといい配信機材を買うためにもぜひポチッとお願いします。次回も AI 最前線をたっぷりお届けするね。今日はみんな本当にありがとう。バイバイ。